皆さんこんにちは。64キャンパーのヒデです。今年も東京オートサロン2024に行ってきました。今回も東京オートサロンに展示しているジムニーに特化して動画を作りました。ジムニーに興味あるけど行けなかった方や見逃した方に届けばと思います。本物の5ドアジムニーや特殊なジムニー、キャンペーンガールは動画の後半で。取りこぼしがないようにしたつもりですが、あったらすみません。東京オートサロンは大きく分けて4つのエリアに分かれています。まずは北ホールに展示していた18台のジムニーを紹介します。それでは東京オートサロン2024ジムニー特化まとめスタートです。トップバッターはラプタージャパンさんのデモカー。ジムニーのブログをやっているジムケンさんもプロデュースに関わっていて、さすがのセンスだなと感じました。ラプター塗装で仕上げたこだわりの塗り分けや各メーカーさんのカスタムパーツを使っているので、ジムニーオーナーさんには真似しやすい参考になるカスタムでした。ジムケンさんのブログは作り込みがすごいので、ぜひジムケンブログで検索してみてください。私もブログを始めてすぐ心が折れて、今ではやっていません。ブログって想像以上に大変ですが、ジムケンブログは読みやすいのでおすすめです。K3 さんからは3台です。最初の1台はオレンジが目を引くオフローダーなジムニー。レース仕様にカスタムされていました。福生にある店舗は何度かお店の前を通ったことがあるんですが、行ったことありません。ジムニーがたくさん並んでいるイメージですので、ちょっと気になっていました。2台目のジムニーはシエラでした。街乗りもオフロードもどちらも楽しみたい、そんな方向けのカスタムに見えました。3台目のこちらは JA11 をレストアしたものです。本当に JA11 なのかと疑うほど全てが新品のようでした。私のジムニーより新車感があります。特にエンジンルームに驚かれている方がたくさんいました。個人的にはホロが男心に刺さります。エヌズステージさんからはジャングルグリーンの2台を紹介します。もう1台は後半の別枠で紹介します。こちらのジムニーは作業灯がたくさんついていて、アウトドアスタイルに振った感じかなと思いました。いろんなパーツがものすごいインパクトで迫力がすごかったです。
こちらは先ほどのジムニーシエラに対してジムニー用のカスタム。リアのスタイルはタイヤをつけたい派なんですが、このデモカーのスタイルもかっこよくて少し揺らぎます。岩手県のお店やエヌズさんが展開するフィールドにいつか遊びに行かせてもらいたいです。ハイブリッジファーストさんのデモカーはエンジンや足回りにこだわった1台。代表の大島さんにお話を伺いましたが、熱く語るほどエンジンや足回りのパーツに自信を持っていると感じました。純正の足回りは柔らかいと感じますが、ここでお願いしようかと迷っているぐらいです。お話聞かせていただきましてありがとうございました。谷口さんからは谷口パーツてんこ盛りのこちらのジムニー。谷口さんは本当にカスタムパーツが豊富で、この1台では紹介しきれないはずのメーカーさんです。何度かこちらのデモカーを見ていますが、今回はボートを乗せてユニークなデザインに仕上がっていました。J ロードさんはなんと中国のパーツメーカーさん。対応してくれた方もとても日本語が上手で好印象でした。私が気に入ったのはリアラダーです。グリップがあってしかもしっかりしていて機能的でした。キャンプでよく使う私からしたらいいなと思いました。多分3年前ぐらいに発売されていたら買っていたんじゃないかと思うような商品でした。今後の新商品も期待しています。マーベラスさんからは2台。チェロキーをイメージされたグリルがかっこいいですよね。ついにジムニーも四角めになったかって感じです。チェロキースポーツを乗っていた友人がいたので、このスタイルはいいなと思いました。こちらは先ほどのジムニーシエラに対してジムニーバージョン。フロントだけ見たらんっ
って二度見されそうな雰囲気ですよね。成功産業さんからは安定のいつものデモカー、特にいつも通り外装の変化は分かりませんでしたが、内装は成功産業さんのパーツでてんこ盛り、その場で商品も買えるスタイルでラインナップもどんどん増えているイメージです。ダムドさんからは今年もリトルシリーズが進化してやってきました。まず紹介するのはリトルデルタ。1970年から80年代に活躍したデルタインテグラーレをオマージュして完成した1台。さすがダムドさん、インパクトを残してきますね。ここまで来るとコンプリートカーとしてじゃないと似合わないレベルまで来ています。青いこちらはリトルサンクターボのオマージュ。ジムニーシエラをカスタムしているので、横のデカールにはノンターボとシャレの効いた仕様。個人的にはジムニーでそのままターボもありかなと思いました。どちらのジムニーも街中で見れる時が来るのか、今後も楽しみです。昭和ガレージさんからは4台。こちらは去年もブースにあったジムニー。前の型式であった純正カラーでオールペンしてある1台です。JB23 の同じカラーのジムニーで並べて撮りたいぐらいです。こちらのジムニーのフロントリアバンパーは今まで見たことあるようでないバンパーだったと思います。詳しくお話聞けませんでしたが、新商品かなと思います。インパクトがすごい黄色いジムニー、2シーターでレカロのシート、ロールケージで剛性も高めてありました。足回りもすごそうで、ボンネットやドアの軽量化、ガチのオフローダーなジムニーでした。
こちらはスポーティーにも見えるジムニー。ミラーまでカーボンになっているのは初めて見ました。北ホールのジムニーはいかがだったでしょうか。最初からすごいジムニーばかりでびっくりです。続きまして中ホールの14台のジムニーを紹介していきます。アルパインスタイルさんからは2台、西海岸のアメリカンなスタイルに仕上がっている印象でした。アルパインスタイルさんではジムニー以外も統一してこのスタイル、コンプリートカーとして撮影した日が発売日だったようですが、何件かすでに注文が入っているようです。これは人気出ると思います。こちらはシエラバージョン。2024年のオートサロンでは四角目のジムニーがトレンドなんでしょうか。去年までは1台も四角目はなかったと記憶しています。早く街中で見れるのを楽しみにしています。K ブレイクさんのジムニーはシエラをローダウンさせています。視覚的にとてもワイドに見えます。去年は黒いジムニーだったんですが、今年は赤くインパクトのある1台に仕上がっていました。エアローバーさんからは2台。今回はグレーのジムニーが追加されていました。ゲレンデをオマージュしたこちらのジムニー、外国の方々がすごく興奮して撮影していました。白いジムニー、こちらは私的にはおなじみの1台。毎年ちょっとずつアップデートされていますが、今年は気づけませんでした。お話を伺うとフェンダーのリム部分が進化していました。リアハッチも開けていただき、内装も少し見させていただきました。高級感のある街乗りスタイル、かっこよかったです。
クールレーシングさんのジムニー、一昨年はスポーティー、去年はアウトドアなカスタムでした。今年はアウトドアスタイルはそのまま、グリルが変わってまた違った印象になっていました。デアーデイさんのジムニーですが、動画が撮れてませんでした。申し訳ございません。画像だけになります。デアーデイさんのアウトドア部門としてジムニーパーツやアウトドア商品も展開しているそうです。スパルコさんのブースにあったジムニーはアピオさん、IPF さんとのコラボレーション。軍用車両のような雰囲気がかっこよくてオーバーランドなジムニーって感じでした。スパルコさんのシートも見せていただきありがとうございました。ダンロップさんのブースにあったのはアピオさんのジムニー、ホワイトレターのスタッドレス、グラントレックを履いた雪山仕様、話題性のあるスタッドレスでジムニーオーナーからも人気なスタッドレスだと思います。マットロンさんのジムニーはエアサスが搭載されたジムニー。去年も見ましたが何度見てもすごい迫力です。今回は1台でしたが他にもジムニーパーツはたくさんあって注目しているメーカーさんの一つです。マットロンさんの商品の中で欲しいグリルがあるんですけどもっと早く販売されていたらなぁと悔やんでいる次第です。撮影協力ありがとうございました。去年からジムニーパーツに参戦のライドテックさん、もともとエブリィなどのパーツを販売していてこれから伸びしろのあるメーカーさんかなと思います。今後の商品開発にも期待しています。
フュージョンさんのジムニーはどこかレトロなサイドデカールが印象的なジムニー JA11 と現行を融合させたようなこちらのカスタムは昔からのジムニーオーナーから支持を得そうなカスタムでした。ビヨンドジャパンさんのジムニーはカラーリングがとても素敵で目立っていました。海岸沿いをこのジムニーでドライブしたい、そんな感じに見えました。レトロなアメリカンスタイルが人気出そうです。MID さんのブースにあったジムニーはブロンコのオマージュ。このグリルは初めて見ることができました。前後のバンパーもブロンコ仕様で雰囲気も良かったです。中ホールのジムニーも個性的なジムニーばかりでした。東ホールには特殊なジムニーしかなかったので、次は西ホールになります。残りは特殊なジムニーを除いて4台になります。こちらはホイールメーカーのエクストリーム J さん、車体は KLC さんのジムニー。私も夏用ホイールはエクストリーム J さんの XJ03 を愛用していますが、かっこいい。ロックはやらないんですが、ロックをやる人のようなデザインで、またそれもいいところかなと思います。推したいメーカーさんの一つです。ジムニーの方はおそらくルビコンに寄せたカラー、グリルやいろいろと意識しているところがあるなと感じました。ワークスベルさんはステアリング関連のメーカーさん。ステアリングを変更しているのにクルーズコントロールスイッチなどが使える仕様になっていて驚きでした。パドルシフトのようなデザインになっていました。アウトクラスカーズといえばこちらのデモカー。大きな変更点は去年と比べてみないと分かりませんが、カラーリングを見ただけでメーカーさんが分かるのはアウトクラスさんの特徴かなと思えるほど
イメージが定着しています。こちらはクリムゾンのブースにあったアウトクラスさんのデモカー。雰囲気は先ほどのジムニーと似ていて一回り小さく感じます。ディーンのホイールもジムニーオーナーから支持が厚いイメージがあります。最後はオートサロンっぽい少しサプライズなジムニー5台を紹介します。それではお待たせしました。5ドアジムニーが登場します。こちらがアクセルさんのブースにあった5ドアジムニー。日本で見れるのは初めてじゃないでしょうか。フロントがほぼ純正の見た目なので途中で違和感に気がつく、そんな感じでした。この5ドアを待ち焦がれている方も多いのではないでしょうか。YouTube で紹介しますとお伝えしたところ、気になるレアシートやラゲッジの様子も撮影させていただきました。こちらの5ドアジムニーは次の動画で特集させていただきます。チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。撮影協力ありがとうございました。動画の前半でもご紹介したエヌズステージさんのデモカー、なんとタイヤがキャタピラになっていました。去年の展示とはまた雰囲気が一味違いました。このジムにぜひスキー場でレスキューや大会の選手を運ぶ車として PR してみたらいかがでしょうか。雪山やオフロードでのシーンで活躍する姿を見てみたいです。ナッツさんのこちらはスズキの S クードをベースに JA11 のジムニー JA12 のジムニーを使ってまさに融合させたジムニー。3台を使って1台を生み出す、まさにこの発想力は遊戯王の融合みたいですね。カース・オブ・ドラゴンと暗黒騎士ガイア、そして融合のカード3枚を使って4枚目の竜騎士ガイアを召喚できる。乗っただけのカードとは違って、このジムニーはスケールが2倍にも3倍にもなっていて最初は分かりませんでした。金曜日にスルーして慌てて土曜日も撮影しに行きました。引き続きこの発想力で来年以降もジムニー関連のカスタムを期待しています。なんとトヨタのブースにジムニーが。何事かと思ったらトヨタの会長森蔵さんがなんとジムニーオーナーのようです。森蔵さんがジムニーを買った経緯や乗っている感想が気になります。雲の上の存在ですがインタビューしてみたいなぁと心の中のつぶやきでした。
最後のジムニーは紀ノ国エンタープライズさんのジムニー、ローダウンした JB23 でした。リアハッチは開放されてて、そこにはバカでかいラジエーターが、エンジンも他メーカーのものに乗せ替えてあり、一体このジムニーはどれだけ速いんだよと思わせてくれるジムニーでした。今回の動画はいかがだったでしょうか。キャンペーンガールをもう少し見たい方はこの挨拶の後に用意しています。東京都サロン2024でもジムニーのデモカーはたくさんありました。私が撮影したジムニーは39台、取りこぼしがあったらすいません。まだまだジムニー人気は続いていますね。今回はジムニーに興味ある方向けで、東京都サロンに行けなかったり見逃したジムニーがあるって方に届けばと思って撮影してきました。メーカーさんの皆様にも撮影協力感謝しています。来年はどっかのメーカーさんぜひ呼んでください。今後もジムニーに関する動画をアップしていきますので、高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは別の動画でお会いしましょう。YouTube 使って大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。